バレたならしょうがないな。そうだよ、俺は浮気してるよ。ちょうどいいから離婚しようぜ。夫は罪悪感を感じるどころか開き直っていた。本当に最低だ。どうしてこんな奴と結婚したのか。兄に事情を話すと満面の笑みで笑っていた。へえ、そうか、よかったな。はあ、どこがよ。デリカシーのない兄に呆れていたが、まさかあんなことが起きるなんて。ごめんなさい。許してください。土下座をして謝る夫を見て、私は兄の言葉を思い出したのだった。私の名前はのぞみ、34歳の主婦だ。夫の正人とは結婚して2年になる。私たちの出会いは仕事関係だった。お互いが働く会社が取引先で、担当者同士だったことがきっかけだった。彼は私よりも2歳上で、とても頼りがいがありそうに見えた。実際、仕事でも彼の方が引っ張っていってくれてうまくいっていた。だから仕事もできて男らしくて、かっこいいなと思っていたのだ。そんな中、私はある日彼から食事に誘われた。仕事がうまくいったので、そのお祝いということだった。それがきっかけで私たちは距離が縮まっていき、定期的にデートに行くようになった。そして何度目かのデートの後に、彼から告白をされて付き合うことに。それから私たちは順調に交際を続けていき、1年ほど付き合った後に彼からプロポーズされた。俺には望みが必要だ。だから俺と結婚してくれ。はい。よろしくお願いします。こうして私たちは結婚することになった。それからすぐにお互いの親に挨拶をしに行った。彼は真面目で誠実な男性だったので、私の両親は彼のことをとても気に入っていた。そして次は私が彼のご両親に挨拶をしに行ったのだが、とても気さくで優しい方で、私も気に入ってもらうことができた。その後、両家の顔合わせの食事会を行い、私と彼は結婚式を挙げた。式にはたくさんの友人や職場の人たちが参列してくれて、とてもいい式になったと思う。それから私たちは新婚旅行に行き、帰国後に一緒に暮らし始めた。新婚生活はとても楽しかった。私は夫から結婚したら家庭に入ってほしいと言われていたので、専業主婦になって家事に集中した。毎日一生懸命に働く夫のために、手の込んだ料理を作った。夫は毎日、とても満足そうに私のご飯を食べてくれる。晩ご飯もそうだけど、お昼のお弁当もすごい美味しかったよ。職場の女性社員たちに、すごいって褒められたよ。愛妻弁当素敵ですねって。毎日手の込んだお弁当を作ってあげるわよ。やった。楽しみにしてるね。私は夫にそうやって喜んでもらえて、とても嬉しかった。特に同性の人たちから褒めてもらえたというのは、すごく嬉しい。そしてそれから私はとてもこだわってお弁当を作るようになった。栄養バランスを考え、彩りも意識しながら満足感のあるお弁当を毎日作った。自分でも満足のいくものがたくさん作れて達成感があり、私は作ったお弁当を写真に撮るようになった。毎日増えていくお弁当の写真のフォルダを眺めながら、よく頑張っているなと自分自身を褒めている。そんな風に私は家事を頑張りながら、専業主婦として夫のことを支えていった。私が作ったお弁当で夫が力をつけてくれて、そして元気に働いてくれればいい。そう思いながら私は日々を過ごしていた。夫は毎日仕事を一生懸命に頑張ってくれている。そう信じていた。そんな生活を過ごして、あっという間に2年が過ぎた。夫との関係は相変わらず良好だ。だが最近は仕事が忙しいようで、残業が増えたり休みの日でも休日出勤をしていることもある。せめて彼が少しでも元気に頑張れるように、私ができることは美味しい料理を作ることしかない。休日出勤の時も、私はお弁当を作ってあげていた。夫のためなら全然苦にならなかったし、
むしろ一緒に頑張れているような気がして嬉しかった。そんな中、ある日私は友人の前からご飯に誘われた。その日は夫は休日出勤をしていて、さらにそのまま夜ご飯は高校時代の同級生と飲みに行くと言っていた。だから私は晩ご飯を用意しておく必要もない。その友人はしばらく海外出張に行っていて日本にいなかったので、なかなか会えていない友人だった。だから私は二つ返事で友人の誘いに乗った。友人は久しぶりの日本だったので、私たちはお寿司を食べに行った。あまり高いところに行くと夫に申し訳ないので、回転寿司の方にさせてもらった。それでも友人はすごく美味しいと言ってくれて、話も弾んだ。やっぱり、こうやって昔の友達と会うのはいいものだ。結婚してからは専業主婦として頑張ってきて、夫以外の人と関わる時間は極端に減ってしまった。だから友人と話すだけでも、ものすごく刺激になったのだ。それに友人は外資系で働く、いわゆるキャリアウーマン的な感じの人だ。自由に働きながら、結果を出している姿を見ているとかっこいいと思う。舞は本当にすごいね。私からしたらもう遠い存在の人だよ。何言ってるのよ。私は、むしろ料理とかを頑張っているあなたの方がすごいと思うわ。いつも旦那さんのために、お弁当も作ってるんでしょ。うん、毎日欠かさず作ってる。それ本当にすごいよ。ところでどういうお弁当を作ってるの？私も自炊とかしようって思っててさ。最近は SNS とかの投稿を見ながら、勉強してるんだよね。へえ、そうなんだ。そうやって勉強熱心なところが、友人が出世する理由かと納得がいった。そうね、私はこういうの作ってるよ。私はスマホの中に入っている、写真のお弁当のフォルダを開いてみせた。え、これ全部のぞみが作ったの？すご。SNS に上がっているやつみたい。そう。そんなにすごい。うん。めちゃくちゃ美味しそうだし。これは旦那さん幸せだわ。私は友人にそう言ってもらえて嬉しかった。私の頑張りは、客観的に見ても伝わっているようだ。もちろん、夫の職場の人たちから褒められていることも嬉しかったが、実際に知っている人に直接褒めてもらえると、なお自信が湧いてくる。だがそんな中、友人が、あれ？と言いながら一枚の写真を再生した。これ、同じやつを SNS で見たわ。え、嘘。私は誰かのレシピや写真を見て、真似して作ったことはない。オリジナリティが生まれないかなって思ったからだ。夫のことを思いながら、今回はこういう彩りにしてみようとか、こういうメニューを入れようと考えながら作っている。だから、友人にそのように言われてとても驚いた。ほら、これ。そう言って友人は SNS のとある投稿を見せてくれた。これ私の作ったお弁当そのものじゃない。ほんとだ。お弁当のケースとかも一緒だ。友人は SNS で、お弁当とか自炊とかいうワードで検索して出てきた投稿をお気に入りに登録したりしながら、今後自分が作る時の参考にしようと思っていたらしい。私のお弁当が写っているその投稿主とは、全くつながっていないそうだ。その投稿主は自分が作ったと自慢しながら、写真を上げていた。写真はどうやら公園とかにあるテーブルなど屋外で撮影されており、自宅での写真ではなかった。しかも他の写真にも私が作ったお弁当と完全に一致しているものがあった。これは一体どういうことだろうか。たまたま私の使っているお弁当箱と私が作っているお弁当のレシピや見た目が完全に一緒だったのだろうか。いや、そんな奇跡なんて起きないだろう。私はとても嫌な考えが浮かんだ。それは夫がこの女性とつながりがあり、この女性が私が作ったお弁当の写真を撮ってあげているということだ。もしその場合、
夫とこの投稿主が不倫をしている可能性がものすごく高い。私はそれからというもの、この投稿主の SNS を細かくチェックするようになった。彼女は顔写真も上げており、かなり若そうに見える。多分20代前半くらいだろう。もしかしたら、夫が働く会社に新入社員として入っているのかもしれない。そしてこの投稿を見つけてから1週間ほどが経った頃、投稿主が新しい写真を上げた。私は絶句した。それは間違いなく、私がその日の朝に夫に持たせたお弁当だったからだ。投稿主は、休日出勤でも頑張ってお弁当を作った。と文章を書いて写真を上げている。これは、絶対に夫と関わりがある人物だと見て間違いないだろう。そして夫と一緒に働く会社の人間だということも、ほぼ確実だ。もやもやが止まらなくなった私は、すぐに夫が働く会社まで向かうことにした。夫の会社の目の前にあるカフェで、私は会社の入り口を注意深く観察した。すると、夫が会社から出てくるのが見えた。最初一人で出てきたので私は安心した。だが数秒後、女性が出てきて夫の腕に絡みついた。私は目を疑った。女性が夫に絡みついたこともそうだが、その女性はあの SNS の投稿主だったのだ。どこかで違っていてくれと思っていたのか、ショックとやっぱりという思いが複雑に重なり合った。感情がぐちゃぐちゃで、その場で倒れそうになった。だがなんとか気持ちを保とうと頑張った。私は友人に連絡をして、やっぱり夫が不倫をしていたことを伝えた。友人はすぐに来てくれて、私を慰めてくれた。その時、夫から、今日は飲みに行くから晩ご飯はいらない。という連絡が来た。あの女と一緒にいるのだろう。私はさらに感情がぐちゃぐちゃになった。友人がいなかったら、どうなっていたかわからない。そして私は家に帰ると、すぐに寝室に入った。夫が帰ってくる前に眠ってしまいたかったからだ。市販の睡眠薬を飲んだので、なんとか眠りにつくことができた。それから翌日の朝、目が覚めると夫が横に寝ていた。気持ちよさそうに眠っている夫を見て、私はまた感情がぐちゃぐちゃになった。私は朝食を作りながら泣きそうになった。すると夫がタイミング悪く起きてきた。おはよ私は慌てて涙を拭い、夫の方を向かないように返事をした。おはよう。昨日何時に帰ってきたの？全然気づかなかった。う。あ、確か2時くらいだったかな。そうなんだ。のぞみ、爆睡してたな。そう。何作ってるの？サンドイッチだけど。お、いいね。二日酔いだから軽めのものが良かったんだよ。コーヒー入れておくよ。夫のそういう優しさや気遣いが今は辛い。昨日は誰と飲んでたの？え、誰って会社の後輩だよ。女の人。いやいや、そんなわけないじゃん。男だけで、無彩飲み会だよ。でも、そういう時の方がなんか悪酔いすんだよな。そう言ってヘラヘラしている夫。どうして嘘つくの？え、嘘。嘘なんてついてないよ。どうしたんだよ、のぞみ。なんか今日おかしいよ。そりゃ、おかしくなるよ。こんな場面を見てしまったら。私はそう言って夫にスマホで撮った写真を見せた。それは夫とあの女性が腕を絡めながら、会社から出てきたところの写真だ。この人と昨日は夜遅くまでいたんでしょ。この人と不倫をしていたってことでしょ。私は涙を流しながら夫を問い詰めた。すると夫は目を見開いて驚いていたが、やがてため息をついてふっと笑った。バレたならしょうがないな。そうだよ。俺は浮気してるよ。どうしてそんな堂々としてるのよ。だって隠す必要がなくなったからな。ちょうどいいから離婚しようぜ。彼女は若くて可愛くて、俺は一目惚れしたんだよ。
お前と別れて彼女と再婚することにするよ。夫は罪悪感を感じるどころか開き直っていた。本当に最低だ。どうしてこんな奴と結婚したのか。いや、どうしてこの男の本性を見抜けなかったのだろうか。私は悔しくて仕方なかった。そして勢いで家を飛び出した。だが飛び出したはいいものの、行くあてはなかった。そのため私は実家に帰ることに。すると私の両親はおらず、兄がいた。あれ、お兄ちゃん。どうして家にいるの？今日は留守番だ。留守番。兄と会うのは久しぶりだった。というのも兄は経営者で仕事がものすごく忙しくて、海外を飛び回っているような人だった。そのため両家の顔合わせに参加することができなかったし、私の結婚式も最初の方は参加できたが、途中から抜け出して海外へ飛び立たないといけなかった。そんな風にすごく忙しい兄だったので、顔をちゃんと見て会うのは久しぶりだったのだ。お母さんたちは、実は俺が2人の40周年の結婚記念のお祝いとして、ハワイ旅行をプレゼントしたんだ。それでその間に、俺は妻と一緒にこの家で留守番をしてるんだ。今は妻は美容室に行ってるところなんだけどな。それより、お前はどうして急に実家に来たんだよ。私は兄にそう言われて夫と喧嘩をして出てきたことを思い出した。実は兄に事情を話すと満面の笑みで笑っていた。へえ、そうか。よかったな。私は兄が笑ったりよかったなという意味がわからなかった。はあ、どこがよ。何がいいのよ。ごめん。でもお前はそんな男と別れて正解だよ。あとは俺に任せろ。いきなりそんなことを言い出した兄。デリカシーのない兄に呆れていたが、まさかあんなことが起きるなんて。その日は実家に泊まり、兄嫁が作った美味しい手料理に心もお腹も満たしてもらった。それから3日ほど経った頃、夫がいきなり実家にやってきた。私は兄嫁と一緒に実家で留守番をしていたのだが、インターホンに映る夫の姿を見て驚いた。一体何の用？私、あなたとはまだ話したくないんだけど。玄関を開けて私は夫にそう言った。すると夫はいきなり私に土下座をしてきたのだ。ごめんなさい。許してください。どういうこと？お前に許してもらわないと、俺は大変なことになるんだよ。そのように言って頭を床にこすりつける夫。土下座をして謝る夫を見て、私は兄の言葉を思い出したのだった。もしかして何かあったの？何かあったの？じゃねえよ。俺は今、クビになりそうなんだよ。なんで？しらばっくれるなよ。どうしてお前の兄が、〇〇会社の社長だって言ってくれなかったんだよ。〇〇会社？兄の会社はそのような大企業ではない。だからそのようなことを言われてびっくりした。すると兄嫁が、去年から前の社長さんに頼まれて後を継いだのよ、と補足をした。私は久しぶりに兄夫婦と再会したから、兄の近況について全然知らなかった。〇〇会社は夫が働く会社の重要取引先だ。話によると、兄が夫が働く会社の社長に事情をすべて話したらしい。しかも夫が手を出した不倫相手の女性は、なんと夫が働く会社の社長の娘だったそうだ。夫は本気だったそうだが、不倫相手の方は一時的な遊びだと割り切っていたらしい。だがそんなことは関係ない。夫が自身が働く会社の社長の娘と不倫をし、重要取引先の社長の妹を裏切ったという事実だけで、夫は社会的に終わる。クビにするには十分すぎる内容だった。そして許されるはずもないが、兄は私に謝って許されれば、クビを撤回するよう頼んでもいいと夫に言ったそうだ。それで夫は私に謝りに来たというわけだ。必死になって自分の保身のために謝る夫を私は軽蔑した。
私があなたを許すことなんて絶対にないわ。そのまま地獄に落ちなさい。私はそう言って夫を家の外に追い出した。のぞみ、助けてくれよ。一度は愛し合った仲じゃないか。都合のいい言葉を並べる夫。いつまでもそこにいるなら警察呼ぶから。私がそう言うと、まずいと思ったのか夫は慌てて逃げ去った。その後、私は弁護士を通して夫と離婚をし、夫と不倫相手に慰謝料を請求した。夫は首を免れることはできず、現在はフリーターとしてバイトをしながら、慰謝料を必死になって返している。もちろんただのフリーターの借金持ちなんて持てるはずもなく、また向こうは遊びだと割り切っていたので、不倫相手からは捨てられたそうだ。一方、私は実家に戻って就活を始めることにした。仕事が決まるまでの間、よく手料理を親に振る舞っているのだが、ものすごく美味しいと言ってもらえている。結婚生活で身につけた料理のスキルは、これからも重宝できるだろうから、大事にしていきたい。今まではやる気はなかったけど、毎日のお弁当の写真とレシピとかを SNS に上げてみようかなと、私はなんとなく考えているところだ。何はともあれ、最低な男と縁が切れた今、好きなことをどんどんしていこうと思う。ついに完成した新築のマイホーム。これから私たちの新しい生活が始まるのだと胸が高鳴った。そんな中、いきなり義両親がやってきた。今日から私たちがここに住むから、お前の親は追い出しなさい。わけがわからない私は夫に助けを求めたが、夫はふーっとため息をつき私にこう言った。そういうことだから、お前の母さんたちにはうまく伝えておいて。そう言って荷物を運び出す義実家の人たち。危機とした表情で家の中を見ながらはしゃぐ義両親に、私は冷たくこう言ってやった。ここが誰の家なのか、お母さんたちは分かってるんですか？私の名前はのぞみ、35歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して3年になる。私たちにはまだ子供はいないが、それでも夫婦仲良く幸せな生活を送っている。だが最近、私の両親が高齢になってきて足腰も悪くなってきたので、それが心配だ。そのためできれば私は両親と一緒に暮らしたいと夫に相談することに。すると夫は、のぞみのご両親と住むのは全然構わないよ、と言ってくれた。親孝行にもなるし、のぞみも安心できるし一石二鳥じゃん。ありがとう、マサト。私はこの時、心優しい夫と結婚することができて本当に良かったと思った。こうして私たちは私の両親と一緒に住む準備を始めることに。だがすぐに同居をするのは難しい状況だった。私の実家は郊外の、しかも都心から結構遠いところにあり、そこに住むと私も夫も仕事に行くのがかなり大変になる。どちらも車通勤は許されていないし、私の実家に住むのは難しい。しかし私の親をこっちに呼ぶのも現実的ではない。私と夫は現在賃貸マンションに住んでいる。ここは2人用なので、4人の大人が住むには狭すぎる。もし仮に子供ができたりしたら、なおさら狭くなる。そんな風にどちらにもデメリットしかない状況。そこで私はとあることを思いついた。ねえ、この際だから思い切って新築の広い家を建てない？私がそう夫に提案すると、夫は目を輝かせた。いいな。それ。せっかくだから新築でみんなが住める家で快適に暮らそう。夫が賛成してくれたので、私たちは早速家を建てる準備を始めることに。このことを私の両親に話すと、そんな申し訳ないよと言っていたが、私たちは子供ができた時のこととか、将来のことも考えて家を建てるのだと伝えると納得してくれた。両親が申し訳なく思いながらも嬉しそうにしているのを見て、私も心が温かくなった。それからは私は夫と一緒に不動産屋に行っていろいろと細かく話し合った。私の両親のことを考えると、
やはり病院は近い方がいいし、仕事のことを考えると駅が近いのもありがたい。バリアフリーだとか、何階建てにするかとか、広さはどれくらいにするかとか、とにかく細かく話し合った。私の両親にも意見は聞きたかったのだが、のぞみたちと一緒に住めるだけで嬉しいから任せるよと言っていた。その代わりに夫がいろいろと提案してくれて積極的だったからとても助かった。少しずつ話がまとまっていくたびに、夢のマイホームが近づいていると思うとワクワクした。夫との話し合いも参考にしつつ、ネットや不動産会社にも問い合わせて、最終的に新築を建てるための準備が整ったため、業者の方々に依頼することに。ついに家を建てるための準備が終わったね。家を建てるって本当に大変なんだな。仕事をしながらだから、話し合いも少しずつしか進められないしね。私たちは準備に時間がかかってヘトヘトだったが、それでもとても満足していた。たくさん話し合って出来上がった家の間取りは私たちにとって完璧なものだったからだ。ここまで来るのにいろいろと不動産に問い合わせたり、ネットで情報を集めたりと本当に労力を使った。だがここからあとは家が完成するまで待てばいいだけだ。まだまだ完成までは期間があるが、それでも毎日楽しみでウキウキしていた。しかしそんな中、家を建てていることを知った義両親からやたらと連絡が来るようになった。のぞみさん聞いたわよ。あなたたちついに家を建てるんだって。はい、そうなんです。年内には完成すると思います。すごいわね。マサトが立派になって本当に嬉しいわ。ちょっと詳しく話を聞きたいから、今度こっちに顔を出しに来なさいよ。わかりました。義母からそのような電話が来たので、私と夫は週末に義実家へと足を運んだ。私たちが着くと義両親は満面の笑みで私たちを出迎えた。マイホームの購入おめでとう。家を建てるのはワクワクするだろう。義父は自分ごとのように嬉しそうにしながら私たちにそう言った。はい、本当に楽しみです。しっかりと抜かりがないように建設はしてほしいけど、早く住みたいっていう気持ちもあるから、急いでほしいなっていう思いもあって心が忙しいよ。明るい話題に私たちは終始ウキウキだった。そうだ、間取りとか見たいわ。義母がそう言ったので、夫はスマホで撮っていた間取りを義両親に見せた。まあ、随分と広いお家なのね。部屋の数もかなりあるじゃないか。そりゃまあ、のぞみの両親と同居するからな。これくらいの部屋数は必要だよ。同居。義両親は目を見開いて夫を見た。あなたたち、のぞみさんのご両親と同居するの？ああ、そうだよ。のぞみの両親は最近足腰が悪くなってきているからね。それで同居しようって話になったんだけど、それを機に家を買ったんだ。そうだったの。なるほど。同居か。義母と義父の声のトーンがいきなり低くなる。まあ、確かに義両親からしたらあまり面白くないかもしれないな。私はこれ以上はこの話はしないように話題を変えることに。お母さんたちは最近どうなんですか？体調は大丈夫ですか？まあ、私たちは特に変わりはないわよ。そうだな。相変わらずの日常だ。そうですか。それよりもあなたたちの新居の話をしましょうよ。のぞみさんのご両親はどの部屋を使うのかしら？ああ、それは今考えているのはこの部屋で。夫は義両親の態度の変化に気づいていないようだった。だが義両親は私の親が同居すると知ったとき、面白くないといった顔をしていた。自分たちではなく嫁の親が優先されていることに納得がいっていないのだろう。私は申し訳ない気持ちはあったが、それでもやっぱり自分の親のことを考えて家を建てたのだから、そこは私の思いを汲んでほしいなと思った。しかし、義両親はどうやらそこまで大人ではなかったようだ。それから順調に家の建設が進み、
様子を見に行くたびに家はどんどん形になっていった。夫の言う通り早くここに住みたいけど、しっかりと抜かりなく建ててほしいという思いが交差していた。両親とも一緒に建設途中の家を見に行ったりしたが、二人ともとても嬉しそうで、こうやって親孝行ができて本当に良かったなと思っている。だが私には少しだけ気になることがあった。それは夫が最近やたらと義両親と連絡を取っていることだ。週末になると義実家に顔を出す日が増えたのだ。今週もお母さんたちのところに行くの？ああ、そうだよ。なんか今年に入ってから頻繁に行くようになったね。俺だって親孝行をしないといけないだろ。だからこうして休みの日を使って会いに行ってるんだよ。そっか。マサトは優しいね。私もついていこうか。私は正直、義両親が落ち込んでいないか心配だった。やっぱり同居するのが自分たちではないことは悲しく思うだろう。だからアフターケアも兼ねて、私も一緒に義両親への親孝行を手伝おうかと思ったのだ。しかし夫は、いや大丈夫だよ。俺だけで十分だからさ。と言って一人で行ってしまった。まあ夫がそう言うならいいかと思ったが、それでも何かあればすぐに協力するということは夫に伝えておいた。それからなんだかんだで時は過ぎていき、私たちの家が完成。引っ越しの日がやってきた。私と夫は荷物を積んだ車に乗り込み、ウキウキしながら新居へと向かった。新居にたどり着き外観を見た私たちは感動した。思わず、わーという声が出たほどだ。ついに完成した新築のマイホーム。これから私たちの新しい生活が始まるのだと胸が高鳴った。子供ができたら、庭で遊ぶ夫と子供を見ながら料理をしたりするんだろうな。みんなでバーベキューをするのもいいな。そんな風にこれからの新居での生活を想像して、さらにワクワクした気持ちになった。私の両親は今ちょうど渋滞に巻き込まれてしまったらしく、こっちに来るのに時間がかかっているらしい。先に家に入っていていいよと言われたが、私は待っているよと返事をして、その旨を夫にも伝えようとした。そんな中、いきなり義両親がやってきた。私はびっくりして、義両親が乗ってきた車を凝視してしまった。どうして義両親がここに？すると義両親は車から降りてきて満面の笑みでこちらにやってきた。いや、すごいいい家じゃないか。これはお友達にも自慢できる家ね。すごいだろ。俺とのぞみがこだわりにこだわり抜いた家だからな。そうかそうか。のぞみさんあんたもいいセンスをしてるじゃないか。そうね。その点は褒めてあげる。ありがとうございます。すると義両親は車から大きな荷物を下ろし始めた。私はびっくりして慌てて義両親に話しかけた。ちょっとお母さんたち、何やってるんですか？どうしてそんな荷物を？私がそのように聞くと義両親は驚きの発言をしだした。どうしてって、自分たちのものをこの家に入れるために決まってるだろ。はい。今日から私たちがここに住むから、お前の親は追い出しなさい。何を言ってるんですか？私が要領を得ずに困惑していると、義母はため息をついてこう言った。普通はね、嫁というのは夫の親を立てるもんなんだ。だからこの新居には私たちが住むべきなんだよ。そんな。分かったらさっさとあんたの親に連絡をしな。私たちは荷物の搬入で忙しいんだから。わけがわからない私は夫に助けを求めたが、夫はふーっとため息をつき私にこう言った。そういうことだから、お前の母さんたちにはうまく伝えておいて。あなたまで何を言ってるの？この家は私の両親との同居のために建てた家じゃない。こんな勝手なこと認められないよ。私が少し感情的になって夫にそう言うと、夫はイライラした様子で私に怒ってきた。母さんにもさっき言われただろう。
嫁は夫の家族に尽くすもんなんだ。お前の親のことはまたこれから考えればいいだろう。ありえない。夫はどうやら義両親に取り込まれてしまったようだ。いや、もしかしたらもともと夫自身も義両親と似た性格で、それがこういう時になって初めて表に出ただけかもしれない。ほらほら、あんたも早く荷物を運ぶんだよ。そう言って荷物を運び出す義実家の人たち。私も私の親もまだ家の中に入っていないのに、勝手に入っていくなんて。わあ、すごいわね。家の中も立派なもんだ。危機とした表情で家の中を見ながらはしゃぐ義両親に、私は冷たくこう言ってやった。ここが誰の家なのか、お母さんたちは分かってるんですか？義両親は私の発言に一旦手を止めてこちらを見てきた。誰の家って、そんなのマサトの家に決まってるじゃない。まさか嫁の分際で、ここは夫婦の家だとか主張するんじゃないんだろうな。マサトに養ってもらっておいて、しかもこんな立派な家まで建ててもらっているのに、自分に権利があるような発言をするのは許さないわよ。義両親は私がちゃんと説明する前にそのように言って私を責め立てた。どうやら夫は義両親に私たち夫婦の経済状況を説明していないようだ。そもそもマサトが建てた家なのに、どうして嫁の親が同居できるんだ。そうよね。その時点でおかしな話なのよ。ずうずうしい嫁と親を持ってマサトがかわいそうだわ。さすがに私は我慢できなかった。どうして勘違いされながらここまで言われなきゃいけないのか。そうですか。この家にどうしてもお母さんたちが住むというのなら、私がこの家を買うために支払ったお金は、マサトさんに返してもらわないといけないですね。私がそう言うと義両親はいぶかしげな目で私を見た。あんたが一体どの程度のお金を出したって言うんだ。どうせはした金でしょ。10万程度かしら。そう言って笑う義両親。だが夫は顔を青くしながら黙っていた。私はそんな夫をまっすぐに見て言ってやった。ここまで来ても本当のことを言わないって、どんだけプライドが高いの？いや。私にそう言われてしどろもどろになる夫。ちょっとあんた、何が言いたいのよ。義母が私に突っかかってきた。夫は自分から言うつもりはなさそうなので、私の口から義両親に説明することに。この家は私の貯金から全額を出して購入したんですよ。だからあなたたちがここに住むというのなら、この家の購入にかかった5000万を私に支払ってください。私がそう言うと義両親は目を見開いた。そして夫の方を見て事実を確認した。マサト、本当なのか？本当に嫁であるのぞみさんがこの家を購入したの？義両親から問い詰められると、夫は観念したのか静かにうなずいた。のぞみがこの家を買ったんだ。のぞみはもう会社で部長になるほど優秀だから、俺よりも給料がかなりいいんだ。そんな。でもあなたも会社に勤めて長いじゃない。そうだぞ。それにお前は優秀な大学にも出ているしな。給料はそれなりにもらってるんだろう。いや、実は俺結構会社で大きなミスをやらかしててさ。全然出世はできていないし、ミスのせいで減給にもなってるんだ。今じゃ新卒に毛が生えたくらいの給料だよ。夫が全て自白すると義両親は絶句していた。そんな。マサトがまさか。すると義両親は先ほどの態度とは打って変わって、私に懇願してきた。のぞみさん。さっきはひどいことを言ってごめんなさい。私たちが間違っていたわ。謝るからどうか許してくれ。そしてこの家に住まわせてくれ。そう言って土下座までして懇願してくる義両親。頼む。両親に黙っていた俺が悪いんだ。母さんたちとの同居を認めてくれ。私は怒りを通り越して呆れてしまった。
いくら言われてもそんなの許せませんよ。私はこの家を自分の両親と同居するために買ってるって言ってるじゃないですか。自分の親と住めないのなら家を買う必要もないんですよ。だからあなたたちが住むのなら5000万を支払ってくださいって言ってるんです。そんな大金、私たちにはないよ。それでは出て行ってもらうしかないですね。待ってくれ。俺たちはもう実家を売り払ってしまったんだ。ここを追い出されたら行くとこがない。お願いよ、のぞみさん。ここに住まわせてちょうだい。なんならあなたのご両親が一緒でもいいわ。何を言ってるんだこの人たちは。どこに夫婦とお互いの両親の全員が一つ屋根の下で住む家庭があるというのだ。無理ですよ。諦めてください。家を売ったなら少しはお金はあるでしょう。それで賃貸マンションでも借りたらいいじゃないですか。私が冷たくそう言うと、義両親は急に涙を流し始めた。実は最近投資で失敗をして借金を抱えていたんだ。それで家を売ったお金と退職金を返済に充てたら無一文の状態になってしまって、もう私は定年を超えているし、妻もずっと専業主婦だったから今更働くこともできないんだよ。だからのぞみさんだけが頼りなんだ。お涙ちょうだいエピソードのように訴えかけているが、単純に義父がやらかしただけだろう。頼るなら息子さんを頼ってください。私には赤の他人を養う義理なんてありません。そんな義理の親じゃないか。そうよ。助けてくれたっていいじゃない。残念ですが、こんな風に無理やり家を占拠しようとしてくる親がいたり、それを私に強要してくる夫とは、これ以上結婚生活を続けることはできません。正人さんとは離婚します。待ってくれよのぞみ。離婚だなんて言わないでくれよ。いいえ、もう許せないわ。今すぐこの家から出て行ってちょうだい。私が離婚と言うと夫はものすごく焦っていた。そして義両親も再び私に懇願しながら居座ろうとしてきた。だが私はもう彼らに容赦はしない。このままここにいるなら警察を呼ぶと言うと、義両親はビビって逃げ出した。夫は、俺はまだ夫なんだからここにいる権利はあるだろう、と開き直っていたが、そんな風に無理やり居座るなら裁判を起こしてあなたを追い出すけど、と私が言うと顔を青くしてすぐに荷物を持って出て行った。ただでさえ会社でやらかしているのに、裁判を起こされているなんて職場に知られたら、今度こそ夫はクビだろう。夫もそれが分かっていたから慌てて出て行ったのだ。夫たちが出て行った後、入れ替わりで私の両親が来た。両親は私の夫がいないことを不思議がっていたが、私が事の経緯を話すととても驚いていた。そして、私たちのことを守ってくれてありがとう、と矢は感謝してくれた。夫も理解を示してくれていればよかったのだが、まあこればかりは仕方ないな。子供ができる前にあのような身勝手な義実家と縁が切れてよかったと思う。その後、無事に離婚も成立し、晴れて私は独り身となった。今は両親と新築の一軒家で、家族仲良く快適な生活を送っている。